皆様こんにちは、セリナです。今回は1月13日発売、トム・フォードビューティープライベートブレンドローズプリックコレクションよりアイカラークオードの限定色 01CR のフォビドゥンピンクと定番色の限定パッケージ 35CR のローズトパーズをご紹介していきます。パッケージももちろん可愛いですが、実際にまぶたの上に乗せた時にどんな感じの発色なのかなどもご紹介していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドの春コスメをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。プライベートブレンドローズプリックコレクションはトム・フォードビューティーのローズの香りの人気フレグランスローズプリックオードパルファムスプレーに着想した限定コレクション。バラの花が持つエレガントでピュアな側面だけでなく、花の茎に潜むトゲのようにシャープなムードも詰め込んだ魅惑的なフレグランスを人気カラーコスメで表現。ご紹介していくのはアイカラークオードの限定色 01CR のウィドゥンピンクと定番の限定パッケージ 35CR のローズトパーズです。01CR フォビドゥンピンクはローズプリックオードパルファムスプレー同様、ローズピンクに包まれたパレットにグラマラスにきらめくローズゴールドをはじめ、ピンクマット、リッチなブラウンをセット。その魅惑的な香水を体験するようにセンシュアルな色香を宿す目元を演出してくれる。そして定番シェード 35CR ローズトパーズも限定パッケージでドレスアップ。きらめくクリームからサルトリーシェルが軽やかでニュートラルな目元へと導いてくれる。それではまずは限定色の 01CR フォビドゥンピンクを1色ずつまぶたの上に単色塗りしてカラーをお見せしていきたいと思います。まず左上のカラーです。今回のアイカラークオードはしっとりとしたパウダータイプで、まぶたにアイシャドウが綺麗に溶け込んでくれます。湿度を感じますが、意外と発色はナチュラルなので、そこまで濃くベタっとつきすぎる感じではないです。はい、1色目、左上のカラーはこんな感じです。パレットで見ると少しピンクのニュアンスも感じるくらいのブラウンカラーに見えますが、実際にまぶたの上にのせてみると結構しっかりピンク寄りに発色しました。少しパープル要素も感じるような深めのピンクブラウンで、とても大人っぽいカラーです。ベースはしっとりとしたマット質感ですが、微細なラメがキラキラと輝きます。続いて右上のカラー。2色目はこんな感じで、ラメのきらめきがとても綺麗ですね。1色目と同様、しっとりと肌にフィットします。はい、2色目右上のカラーはこんな感じです。少しくすみ感のあるベースにシルバーの大粒ラメとパールのツヤがきらめくところがトム・フォードらしいゴージャスさがあってすごく綺麗ですよね。こちらもしっとりとしたテクスチャーなのでラメ飛びも気にせず使いやすいと思います。1色目と2色目引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらのカラーはパレットで見るともう少ししっかり発色するのかなと思いましたが、意外とパールのツヤと微細ラメのきらめきが綺麗なタイプですね。さすが限定色という感じで、質感も特別感があって可愛いです。はい、3色目はこんな感じです。まぶたの上にのせてみると上品だけどどこかアクセントも感じるようなローズカラーです。最後、右下のカラーです。こちらのカラーはかなり発色が濃いですね。でも指でぼかしていけばこんな感じでツヤが残るタイプなので、意外と調整もしやすいです。はい、4色目はこんな感じです。かなり発色はしっかりとしていますが、ちゃんとぼかしていけば綺麗なグラデーションも作れるようなカラーでした。
パレットで見るよりもさらにパープルニュアンスの強いブラウンカラーです。3色目と4色目はそれぞれこんな感じです。それでは 01CR のホビードゥンピンク全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。この柔らかいピンクカラーがすごく素敵だったのでメインに使っていきます。パールのツヤと微細なラメのきらめきがあるので程よい陰影もつきますがベースのカラーとしても使いやすいですよね。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際を中心に締め色として塗っていきます。両方ともしっとりとしたテクスチャーのパウダータイプなのでこの2色が綺麗に混ざり合って絶妙なグラデーションを作ってくれます。続いて左上のカラーを MAC のアイシャドウブラシに取って下まぶた全体にのせていきます。少し温かみを感じるカラーなので下まぶたに入れると一気に今っぽい目元に仕上げてくれます。最後右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとラメをのせた後そのままブラシにも取って下まぶたの黒目の中心にものせていきます。はい、限定色の 01CR ホビドゥンピンク全色を使ったメイクはこんな感じです。温かみを感じるようなローズカラーを前面に出して春らしい柔らかさも演出しつつトム・フォードらしい華やかさも備わったメイクに仕上げられたかなと思います。トム・フォードはホリデー限定色はかなりナチュラルな発色でしたが今回の限定色はしっかりとカラーが乗ってくれるタイプでした。同じパレットでも違う質感が楽しめるところもいいですよね。引きで見るとより上から重ねたラメのきらめきがわかりやすいと思います。では続いて定番色の 35CR ローズトパーズを1色ずつ単色塗りで見ていきたいと思います。まず左上のカラーです。こちらも先ほどの限定色と同様しっとりとしたタイプのパウダーアイシャドウです。発色はかなりナチュラルです。はい、1色目左上のカラーはこんな感じです。先ほどの限定色がしっかりとした発色だったのとこちらのカラーはパレットで見るとこんな感じの深みのあるベージュ系なのでもう少し陰影がはっきりつく感じかと思いましたがまぶたの上にのせるとこんな感じでほんのりピンクのニュアンスも感じるような肌なじみのいいベージュカラーでした。ベーシックなメイクにも使いやすそうなベースカラーですね。続いて右上のカラー。2色目はしっかりと微細パールのツヤめきを感じます。はい、2色目。右上のカラーはこんな感じです。こちらもかなり肌なじみのいい、少し黄身を感じるようなベージュのベースに、パールのツヤとシルバーの微細ラメのきらめきを感じます。こちらのパレットはカラーも発色もかなり使いやすいですね。それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラー。こんな感じでしっかりとラメのきらめきを感じることができます。ベースのカラーは透け感も残しつつ少しくすみ感もあってとても綺麗です。はい、3色目はこんな感じです。トム・フォードのアイシャドウはこういったシルバー系のクールなラメカラーもポイントですよね。しっとりとしたテクスチャーなので上品ですが、ラメのきらめきもしっかり感じることができます。最後、右下のカラーです。こちらのカラーはかなり発色がいいタイプですが、先ほどの限定色と同様、ちゃんと指でぼかしていけば綺麗に馴染んでくれます。最後4色目はこんな感じです。ベーシックなダークブラウンのカラーですね。こちらは寒色系のブラウンパレットという感じの配色です。3色目と4色目引きで見るとこんな感じです。
では 35CR 全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。かなり肌なじみのいいカラーですが、パールのツヤと微細ラメが綺麗なので、ベースとして仕込んでおくとアイシャドウのグラデーションが綺麗に仕上がりやすいです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしながらグラデーションしていきます。かなりダークなカラーに感じますが、ベースにツヤ感のあるカラーを仕込んでいるのと、こちらのカラーも綺麗にボケてくれるので、しっかりと陰影もつけつつ、綺麗にグラデーションを作っていきます。このトム・フォードらしいブラウンカラーが本当に素敵ですよね。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体に塗っていきます。最後、左下のカラーを指に取って、黒目の中心にトントンとラメをのせていきます。ベースに深みのあるカラーでグラデーションを作っているので、よりこのシルバーラメが綺麗に映えますよね。はい、こんな感じで 35CR ローズトパーズを全色使ったメイクが完成しました。かなりベーシックな寒色系ブラウンメイクという感じで、上から重ねたラメを使わなければオフィスメイクにも使えそうなパレットですよね。でも下まぶたに塗ったカラーが意外とピンクの血色感を感じることができたり、ブラウンカラーが寒色寄りだったりと、とてもおしゃれな仕上がりです。そして上から重ねたラメカラーはツヤっと輝くので、アクセントや立体感も出してくれてとても綺麗だなと思いました。引きで見るとこんな感じです。すごく上品で綺麗なパレットですよね。はい、ではこんな感じで1月13日発売トム・フォードビューティーの限定コレクションをご紹介していきました。限定色のホビドゥンピンクは一見春コレクションにしては暗めのカラーかなと思いましたが、実際に塗ってみるとピンクブラウンの柔らかいカラーで、今年のトレンドらしい少しくすみ感もある春カラーでとても可愛かったです。天板色のローズトパーツも寒色系のブラウンアイシャドウパレットでとても使いやすかったなと感じました。パッケージも限定仕様でとても可愛いので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。